心が未成熟な親に育てられた人は、親の期待に応えられなかったので自己蔑視をしてしまったけど、そもそも親の期待とは、私の幼児性を満足させろということだったんです。確かにあなたは親をイライラさせ、心理的にも肉体的にも疲れさせたかもしれません。でも、それが子供です。親をイライラさせ、親にストレスをためさせたからといって、その子供が欠陥品というわけではありません。親に忍耐力がなかっただけなのに、自分をマイナス評価しているのは間違っています。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。人は愛されることによって心が成長しますが、心が成長していない人は、自分がどこかおかしいとは気づいていても、具体的にどこがおかしいのかは分かっていない人が多いです。勉強しなければ分かるはずもありませんし、勉強してもすぐには分からなかったり気づかないことも多いです。自分がおかしい理由が分かっていても苦しいですが、分かっていないときはもっと苦しいです。先が見えないし、不安だし、怖いし、とてもとても苦しいです。生きづらい理由はいくつかありますが、その大きな一つは心が成長していないことです。そのことに気づいていない人や、自己改善に取り組まずに惰性で生きている人は、大人になっても全く心が成長していないかもしれません。全く心が成長していない人は、どうにか浮き輪にしがみついて生きています。浮き輪は人によって違いますが、子供ができれば子供にしがみつくかもしれません。何の勉強も努力もしない、全く心が成長していない人が子供にしがみつくと、子供も溺れさせてしまいます。アダルトチルドレンの中には、このような心が未成熟な親にしがみつかれた結果、生きづらいパーソナリティになってしまっている人も多いです。大事なことは、もし自分が生きづらいのであれば、その自分を自己蔑視するのではなく、生きづらさを改善する努力をすることです。そうしないと、今度は自分がしがみつく側になってしまいます。そのためには、勉強して自己理解をすることが必要です。自己理解は、自分の親の特徴を知ることで理解が進みやすくなります。また、自分の心の問題がどのように作られたのかが理解できれば、自分を責めるのではなく、むしろ自分を許せるようになります。そういった意味でも、アダルトチルドレンにとっては、自分と親を理解することは、とても大切なことです。これはそのような人にぴったりの動画です。また、子供の心に害を与える親は、心が未成熟の親だけではありません。もっと深く掘り下げると、他にもいろいろなタイプの毒親がいます。自己理解を極めるには、深く掘り下げることも大切ですので、その他の毒親については次回の動画で取り上げます。今日は心が全く成長していない親の特徴と、その親に育てられた人に現れそうな問題などを話します。1、心が未成熟な親の特徴。2、子供への悪影響。3、どうすればいいかという対策。4、ポイントの振り返りと補足。5、すぐにできること。このような順番で話します。
心が全く成長していない親の症状から話しますが、その前にいきなりですが、皆さんに質問です。あなたは敵に捕まり強制労働をさせられています。そこでの扱いはひどいもので、丸2日間何も食べていません。なのに今日も働かされます。今日の仕事はパーティーの準備です。あなたは一人で100人分のステーキやらお寿司やらごちそうをテーブルに並べなければいけません。そこには誰もいないので、どれだけ食べてもバレないとします。でも、食べるなよとは言われています。あなたは食べますか？ポイントは、丸2日間何も食べていないということと、好きなだけ食べられる状況が目の前にあるということです。どうでしょう？私なら食べます。食べますというか、食欲という大きな欲求に操られて気がついたら勝手に食べてしまっていると思います。同じことが愛情飢餓で依存心が強く心が成長していない人にも言えます。幼児性を出すなよと言われても勝手に出てしまいます。心が成長していない親も悪い人ではありません。いい人か悪い人か関係なく、意識の浅い部分ではこうしようと思っても、もっと心の深い部分では自分の欲求を満たすことが優先されてしまうんです。これでは自分より弱い子供の欲求を十分に満たしてあげることはできません。だから子供の人生を地獄にしてしまう可能性が高いです。そうならないように、まず最初に親自身が成長する必要があります。でも、心が未成熟の人にとって人生はとても厳しいです。親も日常が忙しい、仕事も忙しい、家事も忙しい、子育ても大変。このように、特に子供が小さい時は、勉強する時間も心のゆとりもないという厳しい現実があります。では、前置きはこれぐらいにして本題に入ります。心が未成熟になる理由は、生まれ持った気質や文化的な原因などいろいろな要因が考えられますが、このチャンネルはアダルトチルドレン専門チャンネルですので、養育環境に注目します。普通、養育環境で愛されなければ、愛情欲求とか承認欲求とか中核的な欲求が満たされないし、依存心が克服できなかったり、心が成長できません。人は心が未成長で愛情飢餓で依存心が強ければ、生きることはとても大変になります。小さい子供は一人では生きられませんが、それはみんなが分かっていることなので、大人たちが守ってくれます。でも、心が子供の人は、体が大人なので、周りの人は守ってくれません。こうなると、心が子供の人は、生き延びるための手段を選んでいられません。さらに、小さい頃から満たされていない自分の欲求に操られることもあります。例えば、自分を温かく世話してほしい。自分は何もしないでも一方的に助けてほしい。自分のことを大切に大切に扱ってほしい。このような欲求が強すぎて人間関係がうまくいかないかもしれません。人はこのような自分自分自分が満たされて相手への思いやりの気持ちが持てるようになっていきます。これが満たされていない人は、大人になっても自分、自分、自分です。全部自分の側からしかものが見られません。
当然共感力がないし、子供の気持ちもわかりません。だから自分に手間がかかることをものすごく嫌います。誰でも手間がかかることは嫌いですが、そのレベルではなく、度を越すほどものすごく嫌います。つまり忍耐力とか受容力とか寛容さがありません。なので子供がご飯を食べるのが遅いと、早く食べなさいとなります。子供はせかされるからご飯をこぼすかもしれません。ちょっとご飯をこぼせば、何やってんのとなります。このように心が未成熟ということは、子供のようにああしてこうしてという要求がとても多くて、しかも要求度合いも激しいです。要求がとても大きく激しいので、油断しているとどこまでも要求がエスカレートしていきます。周りの大人はこれに嫌気をさして、なんだあいつはという目で見るようになります。だから周りの大人には嫌われていく傾向が強いですが、小さい子供は一人では生きられないから、ひどい親だとしても親を憎まずに、自分が悪いから親は怒るんだと解釈します。非行に走るタイプもいるけど、特にこのように動画を見て勉強するような立派なタイプの人は、親を責めるのではなく自分を責めていい子になろうとします。心の未成熟な親にとって、子供は何を言っても自分を嫌わない。どういう扱いをしても自分についてくる。この構造がものすごく都合がいいんです。安心感からどこまでも子供に自分の幼児性をぶつけられます。それでいて人間は誰でも自分のことを子供のように甘えているとは思いたくないです。誰でも自分のことを子供を大切にしている立派な親だと思いたいです。誰でも自分のことをちゃんとしていると思いたいです。特に心が未成熟の人ほどこれが顕著になります。また自分が思いたいだけではなくて、周りにも自分のことを子供を大切にしている立派な親と思ってもらいたい。自分のことをちゃんとしていると思ってもらいたい。こうなると自分は自己中心的なのに、自分は立派な人ということにして自分の要求を通そうとします。つまり自分がこうしたいからこうしたとは言いません。子供のためと言いながら自分がしたいことを強引にやり通します。強引にやり通すと言っても要求が多いし激しいので、満たされない部分もたくさん出てきます。だからいつも不満です。そこで、どうしてもっと親の気持ちを考えないのという怒りになります。自分は子供の気持ちを一切考えていないのにです。その怒りも自分が子供のようにわがままで、そのわがままが通らないから出ているのに、自分が立派だということにして、子供があまりにも言うことを聞かないので俺は怒っているのだということにします。あくまでも自分は正しい。あなたがおかしい。だからあなたに正しさを教えてあげているのだというスタンスを取ります。このように依存心や自己防衛が強いから、こう思ってもらいたい。こう思われたくない。こう扱ってもらいたいという気持ちが強いです。これは
子供よりも子供です。というのは、小さい子供は自分の欲求を満たすのに、こう思ってもらいたいとか、こんなことを言ったらこう思われるだろうなというような自己防衛はしません。だからストレートに甘えてきます。でも心が未成熟な大人は自己防衛が絡むので、このようなめちゃくちゃな心理状態で自分の欲求を満たそうとします。また世間の目があるときは、子供に優しい親のふりをしながら、世間の目が届かないところでは自分の欲求を満たそうとします。これは子供にとってはとてもたちが悪いです。子供にとったら、親が心が未成熟でも、私は心が未成熟なので先に私の欲求を満たせてもらうねと言ってもらった方が、心はそこまで複雑にはやみません。でも、あなたのためにしているということを前面に押し出されて、でも実際は何の愛情ももらえないと、心はまっすぐ成長できずに複雑に病んでいきます。本来、子供の気持ちを汲んで理解して支えること、つまり子供の心を育ててあげるのは親の役割です。でも、心が全く成長していない親は、子供の心を育てるのではなく、自分を子供に理解させようとする、自分勝手な自分の理想に子供を合わせようとする、自分の心の支えに子供を使う。これは役割が逆転しています。そもそも心が未成熟な人は、してもらおう、してもらおうという思考が強いので、自分がしてあげるべきことに意識が薄い人が多いです。これでは子供に深刻な悪影響が出ます。次に子供への悪影響を考えてみましょう。いろいろ問題は出ますが、一つは認知の歪みが出やすいです。もちろん全ての人に当てはまることなどないので、一つのありがちなケースですが、前述の通り、心が未成熟な親は、良い親のふりをしながら自分の欲求を通そうとしてきます。こういう人は、これをしてあげるというだけでは終わりません。これをしてあげたんだから、これをしなさいということになります。あるいは自分の満たされていない欲求を満たすために常に子供を批判します。これは子供からしてみたら、自分はその年齢に適したことを精一杯やっているのに、親は満足しないので、あなたは間違っていると言われるということです。これでは当然たくさんの認知の歪みが出ます。まず、これをしてあげたんだからこれをしなさいと暗に要求する親だったのだから、子供は愛情を得るには犠牲を払わなければいけないと学んでいます。小さい子供にとって親から愛情を得ることは何よりも大事なことです。でも親はただでは愛情をくれない。こうなると自分の欲求や感情や考えは犠牲にするしかありません。そして自分の欲求や感情や考えを犠牲にせざるを得なかった背景には、親が自分の欲求を通すことばかり考えているので、こちらが欲求を出すと激しく怒られている可能性が高いです。なので、このような人は大抵、
自分の自然な欲求に従うことは悪いことと認識しています。こうなれば大人になっても自分の欲求は無視すべきものになり、他人の欲求を満たすだけの生き方をします。自分の欲求に従わずに生きていたら、抑うつにならない方がおかしいです。また、親との間で弱さが身についていますが、このように自分の欲求を犠牲にして生きていると、どんどん弱くなります。弱いとは例えば、働かない恋人に注意をしたら、そんなきつく言うことないだろう。あなたのせいですごく傷ついた。あなたが悪い。などと言われて、こちらの性格が悪いなどという問題に置き換えられてしまう。このような弱さが身についているかもしれません。他にも、親は自分の欲求を満たすことに意識が集中していて、子供の心を考える余裕がないのだから、子供はこの世に味方は一人もいないというような感じ方を持ちます。こうなれば、周りと協力しようという意識が芽生えません。周りは敵という意識が芽生え、周りと親しくなることより、勝つことが目的になるかもしれません。あるいは役に立たないと、その時点でダメな人と見られて責められて育ってきているので、失敗したイコール、その時点でダメな人と評価する癖ができているかもしれません。つまり、今は失敗しても、自分には成長する能力があるということを考えられない頭になっているかもしれません。他にも罪悪感や自己蔑視が強くなりがちです。親が子供のように自分は満足させてもらえて当たり前だと思っていたということは、その親を満足させられなかったたびに罪悪感を感じさせられていたということです。その心の習慣が残っていれば今でも相手の欲求を満足させる義務が自分にあると感じているかもしれません。このような相手の欲求を満たさなければならない罪悪感だけではなくて、どことなくみんなと違うような気がすることへの罪悪感も持たされている人が多いです。例えば、親に愛されなかったのだから、人を信用できないとか、自分が受け入れてもらえるとは信じられないなどの思い込みができた。さらに、親も人見知りで親戚の集まりなどを極力避けていたために、子供が極度の人見知りになったとします。その子供の極度の人見知りは、親にとって子供の心を育てられない後ろめたさと世間の目が気になります。これは親にとっては不都合です。そこで、なんでお前はこんなんなの？困った子だね。という空気を出します。こうなれば子供は、お父さんお母さんこんな私でごめんなさい。という罪悪感を持つかもしれません。このように罪悪感が強ければ自分を責めるので自己蔑視も強いです。さらに親に手間をかけさせられなかったということは、小さい頃から早く大人になることを要求されていたんです。無理を要求されればされるほど、自分はダメ人間だと自己蔑視をしてしまいます。それだけではなく、親が自分の欲求を満たすことに必死ということは、
こちらの話に心から寄り添ってもらえるという経験もないはずです。こうなれば、自分は価値のない存在だ。自分は周りにとって大切な存在ではない。と、自己評価が低くなって当たり前です。他にも満たされるべき欲求が残っている問題もあります。小さい頃に一方的に愛してもらえなかったのであれば、一方的に愛してもらいたい欲求が残っているし、何かで入賞して賞状をもらった時に、一緒に大喜びしてくれて賞状を部屋に飾ってくれたなどの経験がある人は、承認欲求は徐々に薄れていきますが、一緒に喜んでくれない、褒めてくれないでは、子供の承認欲求は満たされず、大人になっても人の承認を求め続けているかもしれません。一方的に愛を求め続けていれば人間関係はうまくいかないし、人からの承認を求め続けていれば自分の人生を生きられません。そして他にもいろいろありますが、一番大きなのは、心が全く成長していない親の欲求を満たす道具にされてしまった子は、子供自身も心が成長できないということです。放っておくと、また親子代々同じことを繰り返すことになってしまいます。でも、あなたと心が全く成長していない親との違いは、このように動画を見て勉強しているところです。ではどうすればいいかという対策ですが、やるべきことはいっぱいあるし、人によって違いますが、ここまでに話したことで当てはまることがあった人は、それを直す努力をしましょう。例えば、愛情を得るには自分は犠牲を払わなければいけない。自分の自然な欲求に従うことは悪いこと。周りは敵で人生は競争。自分は劣った存在で役に立たない人。自分は相手の欲求を満足させなければいけない。あるいはアダルトチルドレンであることになんと話の罪悪感。このような認知の歪みがあるのであれば、まず自分はそのような認知の歪みを持っているとはっきり意識しましょう。はっきり意識しないでぼんやりとさせているときは治りません。はっきりと意識して日常でまたそれが出たときに、これは認知の歪みだということを自信を持って自分に何度も言い聞かせましょう。認知の歪みの直し方は、アダルト・チルドレンの認知の歪みという再生リストを参考にしてください。次に、ひどい自己蔑視をしてしまった問題です。自己蔑視の原点は、小さい頃に親の期待に応えられなかったことと愛されなかったことにあります。そしてこの自己蔑視を心の底に刻み込んだまま社会に出たので、いろいろなことがうまくいかなくなっています。まずここをはっきりさせましょう。そして心が未成熟な親に育てられた人は、親の期待に応えられなかったので自己蔑視をしてしまったけど、そもそも親の期待とは、私の幼児性を満足させろということだったんです。確かにあなたは親をイライラさせ、心理的にも肉体的にも疲れさせたかもしれません。でも、それが子供です。親をイライラさせ、親にストレスをためさせたからといって、その子供が欠陥品というわけではありません。親に忍耐力がなかっただけなのに、自分をマイナス評価しているのは間違っています。
次に、心が成長していない問題です。心を成長させるには、自分の味方として生きていくことが大切です。まずは、絶対に自己否定をしないことを覚えましょう。心が未成熟な親は、自分に手間がかかることがものすごく苦痛なので、子供の成長を待てません。子供に大人を要求して、なんでそんなこともできないのと怒ります。このような親に育てられた人は、自分でも自分を責める傾向があります。なんで俺はいつまで経っても変われないんだ。どうせ私にはできっこない。これは子供の心を成長させられなかった毒親と同じです。自分が自分の敵になっていれば心は成長しません。もしかしたらあなたは子供の頃、心が未成熟の親の期待に応えられずに、いつも怒られながら、責められながら、嫌な顔をされながら育ってきたかもしれません。でもあなたは本当はその年齢でできることを頑張ってやっていました。本当は出来損ないではなく、すごい人でした。出来損ないだったのは親の方だったんです。心が未成熟な親は子供を自分の都合のいいように道具にします。到底も未熟です。一方、その子供は大人になって、人知れず苦しい苦しい苦労をしながら、親に与えられた歪みを自分の力で直していきます。親にもらえなかったものを自分の力で育てようと、こうやって頑張っています。到底もすごいです。心を成長させるにはやるべきことがたくさんありますので、詳しいことはアダルト・チルドレンの直し方、心の育て方編という動画を参考にしてください。他にも心が未成熟な親に悪影響を受けてしまったことがやるべきことはたくさんあります。とても一つの動画では話しきれませんので、これぐらいにします。心が未成熟な親に育てられた方がやるべきことを話した動画をいくつか概要欄に貼っておきますので、もしよかったら参考にしてください。では、ポイントを振り返りながら補足します。心が全く成長していない親は自分が満足できていないので、どうしても自分が優先になってしまいます。それも自己中心的だとは意識せずに、子供のためということを前面に押し出しながら、自分の欲求を強引に押し通してきます。しかも防衛規制が働いているので、本人は自己中心的とは気づいていません。そこで子供の嫌がることをしながら、そのことで子供から感謝されると思っているし、感謝されることを強く求めています。さらに心が未成熟で自己中心的で自分の欲求しかないということは、子供の喜びが自分の喜びにならないということです。だから子供を無条件で喜ばせてあげたいという気持ちが出ません。喜ばせる行為をしても大抵何か下心があります。ここまで自己中心的に自分を満たそうとするのは、小さい頃に満たされなかったものがあるからです。それはものすごく大きな穴です。大きな穴が開いているので、幼児性は出せる状況があればドバドバ出てきます。だから身近にこのようなドバドバ幼児性を出す人がいたら、毅然とした態度で線を引く必要があります。これ以上出したらダメだよということを
それとなく教えてあげないとキリがありません。問題は子供です。心が未成熟な親が子供にイライラをぶつけたりひどいことをしても、小さい子供は親を許します。何度も何度もひどいことをされているのに、子供は親を許します。それなのに、心が未成熟な親は、子供のちょっとした間違いを許しません。ちょっとした失敗を責めます。子供が自分の欲求を満たしてくれなかったからです。心が未成熟な親にとって子供は幼児性を出せる相手なんです。さっき幼児性を出してくる人には毅然とした態度で線を引く必要がありますと言いましたが、子供はそれができません。そこで幼児性がドバドバ出てきます。もちろん子供に幼児性を出そうとする悪意のある親はいません。でも欠けているものがあれば出てしまうのが人間です。こうなると子供への悪影響は防げません。親が自分は自己中心的だと気づいていなくて、本気で子供のためと思っているということは、子供も自分に悪影響が出ていることにはなかなか気づけないということです。なので子供のうちはなんとなく違和感がある。いつも苦しいが人生とはそんなものなんだろう。このような感じ方になるだけで事の深刻さには気づいていない人が多いです。大人になっても気づいていない人も多いです。早く気づいて変えられることから変えていく必要があります。人によっていろいろな問題が出ますが、ほぼ共通して出るであろうことは、子供も心が育たない、認知の歪みがある、過度な自己蔑視をしている、このような問題が出る人が多いです。自分に当てはまるかどうかチェックしてみてください。当てはまるようでしたら、それぞれ個別に話している動画がありますので、よかったらそちらを参考にしてください。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、親の幼児性を見抜こうです。すでに話してきた通り、心が全く成長していない親は、親自身が子供に甘えているとは意識していないので、自分は立派な親だ。それなのにあなたは困った子だね。というスタンスで子育てをしています。だから子供は親の幼児性にはなかなか気づけません。でも大人になったのであれば、親のあの時のあの言動は親の幼児性によるものだったのではないかというようなことを探してみてください。例えば、心が未成長な親に育てられた人は心が成長しないので、親子ともども心が未成長なことが多いです。そこで子供が親に、あなたは心が未成長で自分のことしか考えていないと言ったら、それはあなたでしょうという怒りの返事が返ってくるかもしれません。確かに子供も心が成長していないことが多いのですが、子供の心が育っていないのは、親が子供を使って自分の欲求を満たしていたからかもしれません。でも、してもらおう、してもらおうという思考しかない人は、自分がしてあげるべきだという視点がないんです。そこで自分が何もしてあげていないことは無視しています。
これは幼児性の側面です。親のこのような側面を探してみてください。また、深い面を見ていくと、心が未成熟の親は他にもいろいろな毒親の要素を併せ持っている人が多いです。例えば、子供の感情を操作する毒親、子供目線ではなく、自分の都合で子供を愛したつもりになり自己陶酔をしている毒親、周りは敵と感じる認知の歪みがあるために、子供の何気ない言葉にさえ敵意を感じる毒親、あれをしなさい、これはするな、と子供を力で完全に支配する毒親、今までの人生で憎しみの塊になっている毒親。深く掘り下げると、このようにいろいろなタイプの毒親がいます。そして、心が未成熟、プラス子供を支配、プラス憎しみの塊のように重複している場合がとても多いです。このようなもっと深い面については次回の動画で取り上げます。そちらも重要な動画になっていますので、もしよかったらご覧になってください。チャンネル登録をしておいていただけたら幸いです。また、毒親育ちに必要な心の育て方や自己肯定感の上げ方や認知の歪みの直し方など、当事者には参考になるであろう動画や再生リストを動画のすぐ下の概要欄に貼っておきます。もしよかったらそちらもご覧になってください。いつも応援してくださる方々、本当にありがとうございます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。